人に気を使っているのに帰る頃にはぐったりする。そんな日はありませんか？あります。笑顔でいたのに疲れます。気を使ったのになぜ重くなるんですか？まず、その感覚から見ます。雑談を盛り上げようとする。返信も表情も全部ちゃんとする。失礼がないよう言葉も選び続ける。優しくしたいだけなのに、苦しいです。それは性格が弱いからですか？この動画ではそう考えません。疲れの原因は優しさ不足ではなく、気遣いを足しすぎる形にあります。ここで本書の視点に入ります。紹介するのは、頑張らない気遣い、もっと気を使う本ではありません。余計な力みを減らして、相手を不安にさせない本です。それなら、少し息がしやすいです。何を増やすかではなく、減らすんですね。最初の一歩は、頑張りを疑うこと、気遣いを軽くしていきましょう。例えば会議の前から、頭が忙しい、何を言えば自然か、考え続ける。始まる前から、もう疲れています。飲み会でも、同じことが起きます。楽しく見せようとして、力が入る。気を抜くと、感じ悪くなりそうです。でも、感じよくいることと自分を削ることは別です。ここが、今回の出発点です。相手を大切にしたい気持ちは、そのまま持っていて大丈夫です。変えるのは、気持ちではなく方法です。自分を責めなくていいのは救われます。まず、全部を完璧にしようとしない。一つ軽くするだけで、入り口になります。小さく始めるなら、続けられそうです。次は、その軽くする考え方です。要点は、疲れを責めないことです。では、最初の誤解を外します。気遣いは、足すほど良い。そう思うほど、疲れやすくなります。確かに、何か足さないと不安です。喜ばせないと、冷たく見えませんか？ここで、足し算と引き算を分けます。足し算の気遣いは話題を増やし、先回りを増やし、自分の負荷も相手の気遣いも増やします。相手も反応しなきゃとなりますね。一方で、引き算の気遣いは相手の不安を少し減らすことです。せかさない、遮らない、見返りを求めた空気を出さない。それって、手抜きとは違うんですか？違います。手抜きではなく、相手の負担を増やさない選択です。生活の場面に置き換えます。長い励ましより、短いお礼、派手な会話より、落ち着いたうなずき、完璧な言い回しより、遅れない準備。それなら、自分にもできそうです。気遣いは、能力自慢ではありません。相手の安心を守る小さな配慮です。足し算は、親切に見えます。けれど、続けるほど基準が上がります。毎回もっと良くしなきゃと思います。返事も丁寧に、表情も明るく、相手の先回りも忘れない。それでは、気遣いが作業になります。優しさなのに、タスク化するんですね。引き算は、その作業感を減らします。全部に反応しようとしない。全部を盛り上げようとしない。必要以上に自分を大きく見せない。それだけでも、肩の力が抜けます。言い換えると、余白です。相手が自然にいられる余白、自分も無理なくいられる余白、その両方を守るのが、引き算です。気遣いは、軽くても届くんですね。足すより、重さを減らす視点です。次は、会話への思い込みです。信頼されるには、話が上手くないと、そう思う人ほど、会話で力みます。沈黙になると、何か話さなきゃと思います。黙っていると、退屈に見えませんか？でも信頼の土台は、話の量より、相手が安心できる態度にあります。具体的には、かなり小さい動きです。目を向ける、うなずく、話の途中で、結論を奪わない、沈黙を、すぐ悪いものにしない。沈黙が悪者じゃないだけで楽です。でも、何も返さないのは怖いです。返す量は、少なくて大丈夫です。大切なのは、評価することではなく、聞いていると伝わることです。ここで、安心感を整えます。相手の言葉を最後まで置く。すぐ助言せず、まず受け止める。それだけで、会話の圧は下がります。気の利いた返しを探さなくていいんですね。つまり、場を支える感じですか？そうです。盛り上げる前に、安心して話せる余白を作ります。会話上手な人だけが、信頼される。この思い込みは、とても重いです。自分には向かえてないと思ってしまいます。けれど、相手が覚えているのは、面白い言葉だけではありません。話しやすかった感覚も残ります。空気の方が残ることもあるんですね。例えば、話を急がされない、否定から入られない、最後まで言える。これだけで、人は少し安心します。話すより、聞く方ならできそうです。安心感は、派手ではありません。でも、派手でないから続きます。毎回の小さな態度が積み重なります。
その積み重ねが信頼の土台です。会話を成功させるより、整える感じですね。会話力より安心感を先に整えます。安心感は特別な技ではありません。今日からできる入り口があります。挨拶、お礼、うなずきです。それなら普通すぎて、逆に不安です。本当に信頼につながるんですか？信頼は大きな好印象より毎回の小さな安心で育ちます。まず挨拶から考えます。先に軽く挨拶されると相手は拒まれていないと感じます。上手な言葉でなくてもいい。先に開く姿勢が伝われば十分です。挨拶だけなら無理せずできます。次に、お礼です。お礼は長く飾るより何に助かったかを短く伝えます。資料、早く助かりました。この一言で相手の行動が残ります。感謝を大きくしなくてもいいんですね。そして、うなずきです。うなずきは話を奪わない合図です。私は聞いています。と静かに示します。完璧なマナーを増やすより小さく繰り返す方が続きます。この3つが効く理由は簡単です。相手が身構えなくて済むからです。身構えないことも信頼なんですね。先に挨拶があると入り口が開きます。短いお礼があると行動が報われます。うなずきがあると話が続けやすい。全部、相手をじらせない感じです。ここで大切なのは上手さではありません。毎回同じ温度で出せることです。明るすぎなくても丁寧すぎなくても安定していると相手は安心します。気分に左右されにくい形がいいんですね。明日の一つにするなら簡単です。朝、先に挨拶する。助かったことを一言だけ言う。相手の話を一泊待って聞く。小さいけれど、場は変わりそうです。小さな行動が安心を積み上げます。気遣いは言葉だけではありません。時間、持ち物、見た目にも出ます。それは相手への無言の安心です。会話ばかり気にしていました。見た目まで気遣いなんですか？ここで大事なのは飾ることではなく相手に余計な不安を渡さないことです。まず、時間から見ます。時間を守ることは相手を待たせてじらせない配慮です。遅れないだけで場が荒れません。急いで謝る前に、整えるんですね。次に、持ち物です。必要なものがすぐ出ると相手の待ち時間が減ります。これは気が利く演出ではなく相手の負担を増やさない準備です。高いものを持つ話ではないんですね。そうです。高級品ではなく清潔感です。整った見た目は相手に警戒をさせません。服装や持ち物を完璧にするより乱れや不足を少し減らすだけでいい。話す前からできる気遣いですね。無言の準備は会話を楽にします。無言の気遣いは地味です。でも地味だからこそ信頼に効きます。派手な親切より続けやすそうです。約束の時間に余裕を持つ。必要な資料をすぐ出せる。身だしなみを少し整える。どれも相手の心配を減らします。相手に確認させない配慮ですね。また準備は自分も助けます。慌てないから会話に余裕が出ます。忘れ物の不安も表情に出にくくなる。余裕がある人に見える理由ですね。完璧ではなく、乱れを減らします。5分早く出る。前日にカバンを確認する。鏡で清潔感だけ見る。お金より準備の話なんですね。言葉の前に安心は渡せます。ここで雑談の重さを外します。雑談は楽しませきる場ではありません。安心して話せる空気を保つ場です。盛り上げなきゃと思うと固まります。でも話が続かないと気まずいです。気まずさを消そうとして質問を出しすぎることがあります。すると相手は答え続ける側になります。良かれと思って尋問みたいになります。では、返し方を軽くします。まず短く受け止めます。そうなんですね。大変でしたね。その程度でも話は閉じません。気の利いた質問はいらないんですか？必要な時だけ一つ足します。毎回深掘りしなくて大丈夫です。もう一つは自分語りを足しすぎないこと。自分の話にすぐ移すと相手の話の居場所がなくなります。つい、似た話で返してしまいます。軽い会話は余白を残します。うまく話すより奪わない。それが頑張らない気遣いです。雑談が苦手な人ほど会話を作品のように考えがちです。いい返しを作らなきゃと思います。けれど雑談は作品ではありません。その場を少し温めるやりとりです。だから完成度を求めなくていい。普通の返事でも役割はあるんですね。はい、普通の返事は場を保ちます。うまい話より安心して返せる空気、その方が
関係は続きます。続けなきゃ。ではなく保てばいいんですね。実践はとても短くします。まず、相手の言葉を一度受ける。次に、自分の話を少しだけ出す。最後に、無理に広げず止める。止めても失礼ではないんですか？自然に止まる会話も、安心の一部です。雑談は軽く受け止めれば十分です。本書の魅力は、さりげなさです。気遣いを目立たせすぎない。そこに、上品な強さがあります。せっかく気を使ったら、伝えたくなります。気づかれないと意味がなくないですか？確かに、伝わることは大切です。でも、返報を求める空気になると、相手は受け取るだけで疲れます。ここで、負担の形を見ます。やってあげた感が出ると、相手は感謝を返す役になります。遠慮しなくていいよ。も強すぎると、逆に遠慮させることがあります。善意なのに、重くなることがありますね。では、どこまで控えればいいですか？相手の選択肢を残すことです。必要なら使ってください。合わなければ、無理しないでください。この余白が、相手を自由にします。もう一つ、自分らしさも消しません。無理な演技は、長く続きません。いい人を演じすぎると苦しいです。さりげなさは、薄さではありません。相手の自由を守る濃さです。さりげなさは、弱い印象ではありません。むしろ、相手をよく見ている証拠です。見せない気遣いもあるんですね。例えば、相手が断りやすい言い方、忙しそうなら、返事を急がせない。疲れていそうなら、話題を広げすぎない。相手の状態を尊重する感じです。この気遣いは、目立ちません。でも、相手の中には軽さが残ります。押されなかった、せかされなかった。その印象は、静かに信頼になります。記憶には残るけど、重くないんですね。だから、自分も無理に変えません。できない親切は、抱え込まない。できる範囲を、静かに差し出す。それで十分な気遣いになります。いい人競争を降りられる感じです。本当に伝わる気遣いは軽く届きます。最後は、明日からの実践です。ここまで聞くと、全部やろうとします。でも、それだとまた重くなります。ちゃんとやろうとして、また疲れそうです。何から減らせばいいんでしょうか？選ぶのは、一つだけで大丈夫です。3つの候補から見ます。一つ目は、盛り上げようを減らす。相手の話を少し長く置く。それだけで会話の圧は下がります。黙る時間を怖がらない練習ですね。二つ目は、言葉選びすぎを減らす。完璧な一文より、短いお礼を出す。ありがとう。助かりました。それで十分な場面は多いです。丁寧すぎなくても、失礼ではないんですね。三つ目は、先回りを減らす。相手の選択を残す言い方にします。必要なら使ってください。で止める。押し付けない優しさに変わります。減らすなら、今日より軽くできそうです。気遣いは、増やす宿題ではありません。余計な力みを、一つ手放す実践です。大切なのは、明日続くことです。今日だけ気合を入れても、疲れます。続かない自分を責めがちです。だから、努力を増やすより、負担を一つ減らす方を選びます。減らすことも行動なんですね。はい、減らすのは、逃げではありません。続けるための設計です。選び方は、生活に近いもので十分です。朝の挨拶を先にする。お礼を短く出す。沈黙を1秒だけ待つ。小さすぎるくらいが、安心です。人間関係は、一度で変えなくていい。明日一つ軽くできれば、十分です。そのくらいなら、試してみます。今日の確認はこれで完了です。